50。ガチ。本当に？ありがとう。いや30がいい。30。これ入っていいんですか？出戻りホストの初日、大阪店で新人デビューのはずだったが、今日からお願いします。ユミトです。お願いします。よろしくお願いします。もうマジさ、サツキってやつちょんぜんだけど手に入れてくんなよマジ。あいつなんだお前。これからね、大阪、大したことないライバルばっかりですけど、変わらず応援してほしいです。よいしょ。新人とは思えないそのふてぶてしさ。初日に自ら敵を作りまくるユミと速攻鉄槌が下る。この劇ではただのユミととしておー、言ってくんだ。やべえ、今日ラスト負けそうや。ラスト負けそうや。そうなの？いや、みんなちょっと合わせてきた。うぜえ。この男だけは制御不能。退店から2ヶ月足らずで大阪店へと出戻りした元売れっ子桜木由美と、老少の視聴者からもともと嫌われてたから、どうでもいいかな。どうせ覚えてねえから来年だったら。誰ももう覚えてないそんなこと。武器はこの鋼のメンタル。指名客はさぞ振り回されているかと思いきや、入店初日から5組以上も来店。ひめさん、ザクラブ入店した時から本当ありがとうございます。だからローランドショーでてるてるランドってやつに研究をやられたんで、1週間でね格の違い見せてやろうと思います。よいしょ。ここ大阪店での覇権を握りにかかっていた。てるやさんのコメントがちょっと気になりました。マジボコしてやろうと思って今日。いやでもてるやが言ってることっていうのはみんなが言ってないだけで思ってることだと思うんで、いやむしろあれ言ってくれないとまたなんかここからね、その言いたいこと言ってくれた方がやっぱ良かった。ふざけんなよ。入店初日後半戦、ここから一気に仕掛ける。今日どんな感じ？ハウマッチ。いや俺もちょっと今煽り慣れてなくて久々でちょっとどう50。ガチ。本当に？ありがとう。いや30がいい。30で俺先に聞いたやつ。ガチ30きつい。じゃあ29にしよう。29には超えないの。ありがとう。上からベースのお願い芸、これが弓と流。さらに今日予算決まってる？決まってないけど、そんなに好みは出せないんだけど、シャンパンを。マジ？ありがとう。別のお客さんにも。ごめん。頼んでいい？ありがとう。ちょっと伝票貸してね。今度はポールマキ顔負けの指パッチンでシャンパンゲット。さすがローランドグループの元最高幹部。さらにカメラはユミとの高度なホストテクニックを捉えた。足書き屋。トークの話題はご当地ラーメンのようだが、もともと200円台で食べれた。今は300ちょっと。安い。すごい。シャンパン入れといても大丈夫。ありがとう。あえて会話の流れを一切無視したカットイン芸の披露。
駆け引きなんて必要ないと言わんばかりの超高等テクニックだ。畳みかけるようにユミトが仕掛けた。今度はシャンパンコールの濁流へとダイブ。皆様2ヶ月前のザクラブから、本当大阪起きてくれてありがとうございます。今日入店したのは、セレンとサツキは、俺には1週間で十分なので、今日入店しました。バチバチやっていきましょう。よいしょ。前月のナンバーワン、そしてナンバーツーに宣戦布告。息をついてる暇など与えない。5分後には別の卓でシャンパンコール。ユミと怒涛のビッグウェーブがあらゆる卓をなぎ倒す。なんか今月はサツキってやつと、セレンがね、ナンバーワンアウトしてるみたいですけど、俺からしたら大阪支部はアマチュアリーグなんで、本物見せてやりますわ。よいしょ。入店初日からのこの活躍に、普段は厳しく大阪店を仕切るローランドの右腕ユウシもなんだか上機嫌。皆様ほぼね毎月本当ありがとうございます。これからね大阪、大したことないライバルばっかりですけど、変わらず応援してほしいです。よいしょ。好き放題言われている大阪勢だが、どこか皆余裕の表情。そう、このまま終わるはずがなかった。怒涛のシャンパンコールを終えたユミト。しかしその表情はどこか焦っていた。デビュー初日でナンバーワンに輝きたい。他のホストの売り上げが気になる。やべえ、今日ラスト負けそうやん。ラスト負けそうやん。そうなの？いやみんなちょっと合わせてきた。うぜえマジうぜえ。というのも、通常シャンパンコールは金額の低い順に行う。この日5人の指名客から合わせて200万弱と数で稼いでいたユミトだが、今からのシャンパンコールはユミトより高いボトルのはずだ。つまり一発逆転もあり得るというわけだ。ローランドグループ在籍5年、かつてグループの最高店舗と呼ばれたザシックの最高幹部にまで上り詰めたユミト。たとえ出戻りであっても簡単に負けるわけにはいかなかった。このサツキが多分何択かって、俺が今200弱ぐらいだけど、その名前わかんないやつが結構売ってくんだよ。そう、シャンパンコールはあと2人残されている。もちろん、ユミトさんにね、いろいろ煽られましたけども、指も負けへんからな、よいしょ一撃150万。散々煽り続けたユミトは密着カメラが気になった。このままでは出戻り口だけホストだ。もうマジさ、サツキってやつ超むずいんだけど、手に入れてくんなよマジ。あいつなんだお前。一方その頃、裏ではこの日最後のシャンパンコールの準備が粛々と進められていた。運命の時、200万円のユミト、逃げ切れるか。ユミトの
全てのお客さんの総額を軽く超えるこの日の最高オーダー額。一体誰が？誰だ？まず、お姫様、素敵なシャンパン、そしてね、僕らは本当にありがとうございます。どこかで見たことがあるような気もするが、過去の映像を紐解くと、それは今から1年半前、レイヤや花道らを輩出した大阪店の立ち上げメンバーを決めるオーディション。実はここに彼はいた。キングオブアベレージの36。志望動機はユイさんに憧れて、ユイさんがと一緒に働きたくてここに来ました。ありがとうございます。取る代表可愛がれる。まあ取ってもいいかなっていうのは、俺と働きたいっていうんで。そう、採用されたもののいまいち使いどころもなく、画面に映った時間はたったの7秒。ホストデビュー後もいつもスポットが当てられるのは花のあるオーディション同期組。それでもこの1年腐ることなく憧れの有志の下でしっかりと実力を身につけ、今や大阪店の稼ぎ頭へと成長したキングオブアベレージことさくらだ。まずね、ユウさん入店おめでとうございます。そしてありがとうございます。来てくださってね、めちゃくちゃ、嬉しいです。実はシックで1ヶ月ね一緒に研修、させていただいて、その時ねお世話に、なったので、1年後にね、こう成長した姿を、見せたい。そしてね、今ザクラボ大阪で自分は1年間ねさくらとして、ホストやらせていただいてます。でね、ゆみとさん名字ね桜木ゆみとやと思うんですけど、見ての通り大阪にもう桜ね間に合ってるので、この店ではただのゆみととして、一緒にね、言ってくれた。名前わかんないやつが結構売ってくんだよ。嫌な予感が当たった。名前もわかんないやつに出戻りユミとは大差で乾杯。さくらって人強いっすね。マジなんであいつ負けんだろう。本当はどうですか？本当は今日いわゆるラスト戦で取れると思ったんですか？余裕かなと思ってですね。まあセレンかまああってさつきくんかなって思ったんですけど、自分が研修してたシンジ見てもなかったっすね。眼中にもなかった。強いな。いや悔しいっすね。やっぱでも悔しいって気持ちにやっぱその気持ちが蘇ってきたから、大阪入ってよかったと思いますね。ローランドさんのなんかこうなんかそのまあ合わへんってなって離れていたのに、あまた戻ってくるんかみたいな、結局はそうやんで、なんかいや結局はでも自分が一番分かってますやんとまあ思いますけどね。そう、この店に茶番劇はいらない。売れっ子ホストはまさに椅子取りゲームだけど、出戻り新人ホストのユミとは初めての大阪でまだ初日なのに必死に食らいついてみせた。だから負けてもそこにリスペクトがないわけもなかった。ユミといただきます。足も頑張るよ。でもね、みんな大歓迎だから。いやもうありがとう、本当ありがとう。ごめんねこの時で本当ありがとう。大阪らしく皆がタメ口でユミと迎え入れた。いやめっちゃ言ってくれたよ。
今日寄ってる嘘だ嘘だ寄ったらめっちゃ言うちょっとうざい戻ってきてちょっとうざい俺戻ってきてうざい俺戻ってきて自分が一番分かってますやんっていやあれどういう意味だった分かってるってあれどういう意味だったいや違うこれですよね分かってるってあれ何だったんだろうほんまにもういい言われてますよまだ戻ってくる言ってないっすほんまに言ってないっすお疲れ様です改めてねユミトが入店してくれたんでいいですか何喋んの？こんなね温かい感じで迎え入れてくれてことありがとうございます自分はねローランドグループちょっと長い方ですけど本当にゼロからの気持ちで来てるんでみんなタメ口でね来てほしいなと思いますユミト頑張れよやっぱ敬語でお願いしますこうして大阪店へ出戻りしたユミトは入店から数日で掃除組を卒業、そしてこの月のナンバーワンを獲得した。